皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。スクリプトは概要欄のリンクからダウンロードできるので、ぜひチェックしてください。さて始まりました日本語ひより、初めてのポッドキャストです。イエーイはい、私の日本語レッスンを受けたことがある人はこんにちは、またはお久しぶりです。で、初めて誰よひよりっていう人ははじめましてひよりです。普段はオンラインで日本語を教える仕事をしています。それで、一生懸命日本語を勉強している皆さんの何かお手伝いができたらなと思ってポッドキャストを始めました。正直何かを話すっていうのは得意な方ではないんですが、何かね少しでも役に立てればと思って録音をしています。はい、今回は初めてのポッドキャストですので、簡単に私の自己紹介していこうかと思っております。はい、改めましてひよりです。はい、漢字ではお日様の日に平和の和と書いてひよりと読みます。出身は大阪です。大阪、皆さん知ってますか？来たことがありますか？はい。東京と比べて聞こえる日本語が違うんですよね。大阪弁という方言を話しています。なのでこのポッドキャストでもできるだけ標準語で話そうと頑張っているんですけども、ちょこちょこっと大阪弁のアクセントが出てくるかと思います。そちらはあらかじめご了承ください。はい。で、大阪出身なんですが、今は和歌山に住んでいます。和歌山です。岡山じゃないです。はい、和歌山は大阪の南にある県で、有名なもので言うと、みかん、梅、梅、あと海鮮が有名ですね。あとアドベンチャーワールドっていうところにパンダがいます。それも日本では有名ですかね。うん。あと白浜っていう白いビーチ、綺麗なビーチがあって、その近くに白浜温泉という温泉の名所もあります。はい。すごく自然が豊かなところで、ご飯も美味しいので、ぜひ和歌山にも遊びに来てくださいね。はい。で、誕生日は8月21日です。夏生まれの夏女です。821、ハニー、ハニーと覚えてください。ぜひぜひ覚えてください。はい。趣味は K-POP。趣味は K-POP？ 趣味は K-POP です。はい。K-POP の歌を聴いたり、歌を歌ったり、時にはダンスを踊ったり、バラエティを見たり、はい。時間があれば K-POP の何かコンテンツに触れる日々です。はい。で、その K-POP 好きが高じて、今は韓国語の勉強もしています。まだまだ上手じゃないんですけど、いつかね、韓国で現地の人とコミュニケーションができたらなと思いながら練習しています。うん。他に趣味で言うと、言語を勉強することは好きです。昔から英語の勉強をしていますし、さっき言ったみたいに韓国語の勉強もしてますし、あと、今やってないんですけど、フランス語とスペイン語の勉強もしたことがあります。はい。面白いですよね、言語勉強するって。言葉だけじゃなくて、その国の文化も深く知ることができると思っているので、皆さんも日本語勉強している時にね、そうだと思うんですけど、ぜひ日本語を勉強するだけじゃなくて、その日本語を話されている国のこともね、たくさん知ってもらえたらなと思います。そうですね。で、ちょっと苦手なこと、反対に苦手なこと、嫌いなことで言うと、ホラー系です。すっごいざっくりしてるんですけど、ホラー系は大体ダメです。
例えば、怖いホラー映画とか、ホラーゲームとか、あと遊園地にあるお化け屋敷とか、そういうなんかゾンビ、お化け、霊みたいなものは、はい、面白くないです。ので、面白半分でお化け屋敷入ったりとか、そういうなんか心霊体験ができるところに行ったりとか、そういうことはもうちょっと、はい、結構です。遠慮しときます。はい。で、最後に仕事ですね。最初に言いましたが、オンラインで日本語を教える仕事をしています。他にあと2つ仕事があって、1つが日本にある幼稚園で子供たちに英会話を教える仕事をしています。それと、私の旦那さんの実家が和歌山でみかん農家をしているんですけども、繁忙期、みかんの忙しい時期ですね。みかんを取ったり、みかんをお客様のところへ送ったりして仕事がたくさんある時期を繁忙期と言いますが、その繁忙期にはみかんの仕事も手伝っています。はい。なんで3つの仕事をしています。こんな感じですかね。はい。簡単にではありますが、私、日和の自己紹介でした。さあ、皆さんはどこに住んでいますでしょうか？どこ出身ですか？お誕生日いつですか？趣味や好きなことは何ですか？逆に嫌いなこと、苦手なことは何ですか？お仕事をされていること、お仕事をされている方はどんなお仕事をされていますか？学生の方はどんな勉強をしていますか？はい。ぜひコメントだったり、はい。で教えてください。はい。では、初めてのポッドキャスト以上となります。今日も皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。スクリプトは概要欄からチェックしてください。さて、2回目のポッドキャストです。このポッドキャストを録音しているのが2024年4月27日です。4月ももう残り少なくなりましたね。早いですね。はい。皆さん4月、この1ヶ月間はいかが過ごされたでしょうか？楽しい1ヶ月でしたか？大変な1ヶ月でしたか？はい。日本はね、もうすっかり春になりまして、暖かい気候になってきました。はい。嬉しいことですね。今年はね、長かったんですよ。寒い時がちょっと長く続いて、やっと暖かくなってきたなという気持ちです。はい。さあ、すっかり日本は春ですが、皆さん日本の春といえば何を思い浮かべますか？どうですか？はい。日本の春といえば桜を思い浮かべる方が多いんじゃないでしょうか。ねえ、ソーシャルメディアとかで日本の春の写真を見ると綺麗な桜がね、見ることができるかと思います。いつか生で見たい。いつか日本の春に旅行に行きたいっていう私の生徒さんもたくさんいます。うん。生で桜を見る。生で何かを見るっていうのは写真とかで見るんじゃなくて実際に自分の目で何かを見ることですね。うん。実際に自分の目で生で日本の桜を見たいという人もたくさんいるかと思います。はい。私も桜が大好きで、自称お花見ガチ勢なんですけど、はい。自称っていうのは誰かに自分のことをある名前で呼ばれるんじゃなくて、自分で自分のことを
何かに例えて名乗ることを自称って言います。はい。ガチ勢っていうのは、スラングかな。ガチっていうと、真剣にとか全力でっていう意味ですね。勢はなんか何かをしている人、グループという感じかな。はい。なので、お花見ガチ勢って、一般的な言葉じゃなくて、私が作った言葉ですけど、お花見をもう真剣に楽しみたいという人です。はい。お花見ガチ勢ですので、今年も、もう、お天気とかすごく念入りにチェックして、はい。この日にお花見に行くぞという予定を立ててお花見を楽しみました。はい。念入りにっていうと、適当にの反対ですね。たくさん準備をしてという意味ですね。念入りに、はい。天気予報などをチェックしてお花見に行ってきました。今年はね、和歌山と大阪でお花見をしました。まず和歌山、3月末、最終週に、友達が大阪から来てくれてお花見をしました。その友達も、お花見ガチ勢です。毎年本気で真剣にお花見を楽しみたいという人ですね。で、去年がね、ちょうど3月末に桜が満開だったんですよ。満開っていうのは桜があのほぼ 100%、90%、100% ぐらいもう綺麗に咲いていて、桜のピークの時期ですね。はい。そう。去年の3月末が確か桜が満開だったので、それを思い出して友達が3月末に、和歌山に来てくれたんです。ただ今年さっきも言ったみたいに佐賀すごい噛むね。はい。寒い時期がすごく長かったので、桜が咲くのが遅かったんです。なので3月末はね、もう全然桜が咲いてなくてですね。せっかく友達が来てくれるのに、どうしようと。残念だなぁと思ってたんですよね。で、ちょっと考えて、自分が知ってるお花見スポットをネットで調べてたら、以前山の中にあるカフェに行った時に、そういえばその辺りに桜の木がたくさんあったなと思って、そのカフェのブログ、はい、オーナーさんがおそらくやってらっしゃるブログを発見して読んでたところ、ちょうどその日あたりに桜が咲いてますよっていう記事を上げられてたんですね。で、それを見て、ここは行くしかないと思いまして、はい、友達と翌日、車でそのカフェに行ってきました。そしたら、もうその場所だけ、桜がほぼ満開。満開でした。いやー、本当に来てよかった。本当に、ここにね、友達を連れてこられてよかったなーって思える綺麗さでした。うん。そこのカフェが山道沿いにあるんですけど、カフェからちょうど谷みたいに下るところがあって、一番下に綺麗な川が流れてるんですね。はい。で、そのカフェと同じぐらいの高さにずっと山道沿いに一列にかな、列にバーっと桜の木があるんですけど、すっごく素敵でした。自然豊かなところで緑もあり、桜の薄ピンク色もあり、で和歌山はみかんが有名なんですけど、向かい側にはみかん畑があり、いやー素敵な景色でしたね。でそのカフェが大きな窓があって、そこから眺める景色がもう一面桜なんですよ。桜とその川が見えて、その席を運よく取れまして、はい、友達とランチを食べながらその綺麗な桜の景色を楽しみました。いやー、よかったですね。行けてよかったです。
でランチの後その道沿いをちょっとお散歩しまして、川の上に橋がかかってるのでそこでちょっと休憩してたんですけど、そしたら川の向こう側からカヌーに乗ってらっしゃる方が来て、そう4、5人かないらっしゃいました。うん、いいですよね。暖かい時期にこう綺麗な川を下りながらパッと上を見ると満開の桜。はあ、なんと素敵なアクティビティでしょうか。はい。でその人たちが橋の上にいる私たちに気づいてくれて「こんにちは」って手を振ってくれたりとかね。うん、すごいこう微笑ましい、はい、光景でした。微笑ましいっていうのは何ていうのかな、それを見るとこう自分がにっこりするような、幸せになるような、はい、ことですね。うん。でそれが和歌山のお花見でした。今年良かったですね。で、4月の1週目の週末かな。うん。4月の5日か6日。はい、そのあたりに大阪に行きまして、大阪でお花見をしました。大阪では、家族と行ってきました。父親以外とお母さんと妹2人と私で、家族の女子チームでお花見に行ってきました。お父さんはね、仕事があって、ちょうど平日で仕事があって行けなかったんですが、はい。皆さんに私のね、大阪のお気に入りお花見スポットを教えますね。それが桜の宮。桜の宮という場所から天満という場所にかけてこうずーっと川があるんですよ。その川沿いにずーっと一列に桜がきれいに咲く場所があります。もう広いところなので見つけるのは簡単だと思います。 JR の桜の宮駅から歩くといいんじゃないかな。うん。その桜の宮から天満にかけて、はい、お花見を楽しんできました。私たちはピクニックスタイルでお花見はせず、歩きながら、うん、おしゃべりしながら桜を楽しんだんですけど、いやー、その日も綺麗でしたね。平日だったので、人はまあまあ土日に比べたら少なかったんですけど、それでも、うん、レジャーシートを持ってきてピクニックを楽しんでる人がたくさんいました。桜の宮のお花見ができるところには屋台がたくさん並んでるんですね。屋台ってわかりますか？よく夏祭りを思い浮かべてもらうと、ご飯とかが売ってるお店、小さいお店があるかと思うんですが、それを屋台と呼びます。はい。屋台がたくさんあってですね、私はいちご飴を食べました。いちご飴、わかりますか？韓国のタンフルって皆さん知ってますかね？串にフルーツがこう刺さってて、水飴かな、水飴でコーティングしたスイーツをタンフルって言うかと思うんですけど、なんか最近人気だと思うんですけど、はい、日本ではいちご飴とかりんご飴、ぶどう飴、みかん飴っていうようにフルーツの名前プラス飴っていうように表現します。そう、いちご飴を今回買いました。買いましたというか妹が買ってくれました。はい、ありがとう妹。で、その妹実はソウルに普段住んでて、で、タンフルもよく知ってる子なんですけど、日本のいちご飴見てちょっと衝撃を受けてて、っていうのも1本400円。さあ皆さん、1本400円のいちご飴に何個いちごが刺さってたと思いますか？チッ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 しょうもないクイズですね。しょうもないだ、つまらない。はい、つまらないクイズですね。はい、正解は2つだけでした。1個、いちご1個200円ですよ、皆さん。まあ日本はね、フルーツが高い高いとは言われますけど。いやー、高いね。お祭り価格ですかね。お祭りの特別な値段でしょうね。はい。まあまあ、屋台は
そういうもんです。はい。高いもんですよ。けどまあその雰囲気とね、そういちご飴を楽しめるっていうのは、いいことですね。そう、そのいちご飴2人で分けっこして、分けっこっていうのを 2人で分けてね、シェアしていちご飴を楽しみました。あとね、妹2人は玉せん食べてました。玉せんは卵せんべいの略です。卵はわかりますよね。はい。卵を目玉焼きにしています。で、せんべい、日本のせんべいにソースを塗って、天かすっていう、あれは何というの、たこ焼きとかに入れるもの、材料なんですけど、天かすをかけて、その上に目玉焼きを乗せて、マヨネーズをかけたものを玉せんと言います。もういわゆるお祭りフードですよ。玉せん美味しいね。美味しいですよ。玉せん食べてましたね。はい。で、その後、私たちは韓国文化が好きなので、はい。私が見つけた韓国っぽいカフェに行って、はい。映え写真を撮って楽しみました。映え写真、映えるってわかりますか？インスタ映えとかよく言いますけど、フォトジェニックな、インスタジェニックなっていう時に、映えるって、はい、言いますね。私はいちごエイド、ストロベリーエイド、ストロベリーソーダかな、はい、を頼んで、めっちゃ可愛いんですよ、それが。また、すごくインスタ映えするドリンクでしたね。それとティラミスを食べました。あとモンブランも食べました。モンブランって栗でできた、スイーツです。ティラミスにね、びっくりしたのが、ティラミスにね、ティラミスから花が咲いてましたよ。もちろん本当に咲いてないですけど、デコレーションの一つとしてお花が刺さってました。なんて可愛い、なんてインスタ映えなんでしょう。はい、そんなこんなで今年は、2カ所、和歌山と大阪で友達と家族と一緒にお花見をしてきました。これがメインのお花見だったんですけど、ちょこちょこっと、うちの夫と一緒に和歌山の桜スポットで、桜の下でランチをしたりだとか、大阪のちょっと違う公園でちらっとお花を見たり、桜を見たりだとか、はい。時間があれば、タイミングがあれば、もう桜を見る日々でしたね。桜シーズン、桜が綺麗に見れるシーズンって本当に短いからね。1週間ぐらいかな。1週間ぐらいしかないですから、もう晴れてたら外行って桜見ないともったいないです。そんな気持ちで桜のシーズンは私は過ごしてます。はい。はい、以上が私の今年のお花見の思い出でした。はい。皆さんもぜひ、日本の春のシーズンに日本に来れることがあれば、ぜひ、いろんな場所に桜が咲いてますから、楽しんでほしいなと思います。はい。では皆さんの地域では今季節は何ですか？最近お天気はどうですか？桜見れますか？日本で桜いつかごめんなさい。日本で桜いつか見たいですか？どうですか？はい、ぜひコメントで教えてください。それでは今日も皆さんにとって日本語日和になりますように。またね。皆さんこんにちは、ひよりです。日本語日和では日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。スクリプトは概要欄からチェックしてください。はい、皆さんお元気ですか？はい、私は元気に過ごしています。最近すごく暖かい日が続いてるので、気分がいいですね。今日はね、特に快晴なんですよ。快晴って
っていうのは、晴れの日なんですけど、空に雲が一つもない完璧なパーフェクトな晴れの日を快晴と言います。そして暑すぎないんですよね。はい。ちょっと暑いんですけど、暑すぎないので、はい。過ごしやすい気候ですね。うん。最高です。はい。で、前回のポッドキャストでは、春の桜についてお話ししましたね。はい。今日も桜の話の続きなんですけど、はい。前のポッドキャストで私、お花見ガチ勢ですっていう話をしたかと思います。本気で、真剣に、全力でお花見を楽しむ準備をしてお花見をするタイプの人間なんですけど、はい。で、なんでそんなに毎年毎年ね、桜を見たいのかなって考えたんですよね。うん。私だけじゃないですよ。日本人、たくさんの日本人がなんでこんなにも桜が好きなのかっていうのを考えてみました。うん。たくさん理由はありますね。日本人の心を引きつける理由っていうのはたくさんあるんですけど、今日は2つ、はい、お話ししようかと思います。まず1つ目。1つ目は、春が始まる、新しい季節が始まるのが桜が咲く時期だからかなと思います。うん。日本では学校は4月に始まるところがほとんどなんですけど、新学期、新学年ですね。新しい学校のこの1年が始まるのが4月なんですね。で、そのスタートの時に桜が咲いてることが多いんです。ちょっと最近は早く桜が咲いてしまって、スタートの日にもう桜が咲き終わってしまってるみたいなことはあるんですけど、大抵、はい、桜が咲いてるんですね。で、そう、ほとんどの学校には桜の木があってね、入学式、新しく学校に入るセレモニーの日には、桜が咲いてて、桜の木の下で、新しい制服を着てね、うん、ランドセル背負って、ランドセルってわかりますか？小学生が、日本人の小学生たちが背負ってる特別なリュックサック、バックパック、うん、それを背負ってね、写真を撮ることが多いです。そういう日を思い出すんですよね。だからなんというか桜を見ると、新しい一年が始まるぞ、新しい生活が始まるぞ、これからまた頑張ろうっていう気持ちになれるのが桜なんですよね。私は、はい、個人的に毎年桜を見るとそんな気持ちになります。はい。で、2つ目が日本人にとって桜の花っていうのは特別なんですね。またなんかざっくりしてますけど、なんだろうね、この特別感。まずはこの桜の色、ピンク色、薄いピンク色ですよね。なかなか自然の中で桜の薄いピンク色見かけないと思うんですよ。あるのかな、同じような桜の色。見かけないっていうのは見ないですね。なんか美しい色と、そしてなんだろうね、桜が一本だけ咲いてることもあるんですけど、桜ってなんか密集して桜の木が一つの場所にたくさんある。そして同じ時期にパッと一気に咲く。そして同じ時期にまたパッと散るっていう、なんか潔く咲いて潔く散っていく、あの感じも美しいなって思いますね。それも一つの魅力だと思います。
はい。散り際が特に美しいですよね。散り際って散るっていうのは桜が咲いて、その後桜の花びらが落ちることを散るって言います。際っていうのはその時ですね。散る時。はい。散り際が美しいですね。なんというかシャワーのように桜の花びらがふわーっと風に舞って散っていく様も綺麗ですよね。はい。で、前のポッドキャストでも話しましたけど、桜の楽しめる時期って1週間ぐらい。すっごく短いんですよ。で、1週間とは言っても、その間に雨が降ることが多くって、もう、なんというか、本当に桜を楽しめる期間っていうのは、実質3日ぐらいしかないのかな。うん。だから桜が咲いてて晴れてたらもうお花見行かなきゃっていう気持ちになりますね。うん、そういう意味でやっぱり桜って特別なんですよね。うん、まあこれが私の個人的な桜に魅了される2つの理由ですね。2つというかなんかいくつか話した気がしますけど。はい。そうですね。さあ皆さんはどうですか？桜なんでこんなに見たいって思いますか？なんでこんなに魅了されるんだろうって思いますか？魅了されるっていうのは桜の花に見せられる、桜の花を見たいって思わせるこの何かですね。その理由は何だと思いますか？ぜひ皆さんの桜が好きな理由、もし皆さんが桜が好きであれば桜が好きな理由を教えてください。はい。では今日のポッドキャストは以上です。今日も皆さんにとって日本語日和になりますように。またね。皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあることないことを親しみやすい日本語で話します。スクリプトは概要欄からチェックしてください。はい、皆さんお元気ですか？私は元気なんですけど、もう毎日暑くて暑くて溶けそうです。はい、もう溶けてると思います。やばい、暑さがやばい。ついにもう梅雨が終わりまして、多分ね、梅雨が明けて、夏本番です。夏が始まりました。日本の夏、すごいですよ。すごいっていうのは恐ろしいですよ。はい。蒸し暑いです。とにかく蒸し暑いです。はい。蒸し蒸しって言うともう空気の中にたくさん水がある状態ね。ジメジメとも言いますけど。はい。ムシムシ、ジメジメ、毎日。暑いです。皆さんの地域はどうですか？夏始まりましたか？ね、オーストラリアとか南半球の地域は冬だと思いますけど、寒さ大丈夫ですか？はい。今日はですね、最近買ってよかったもの。はーい。イエーイ。最近実は私物欲がやばくてですね。はい。物欲っていうのはその物が欲しい、そして物を買いたい、もう買っちゃうっていうその気持ちを物欲と言いますが、物欲がとにかくやばくてコントロールできなくっていろんなものを買ってしまってるんですけど、自分の中では無駄なものは買ってると思ってないんですが、旦那さんから見るとまた日和なんか買ってるよっていうねはい、状況が続いてまして、その中でも買ってよかったもの、これにはお金使ってよかったじゃんって思えたものを紹介します。それがスタンレーかなのタンブラーです。
はい。数年前から欧米とかアメリカ、ヨーロッパのインフルエンサーさんが本当にみんな持ってると思うんですよ。もう私が見るYouTube とかインスタのリールとかにはみんなが持ってる。女の子みんなが持ってるの。まあ女の子だけじゃないですけど、はい。タンブラー、タンブラーです。皆さんもどこかで見たことがあるんじゃないですか。大きいタンブラーに取っ手がついてて、ストローが刺さってるもの。ストローがあるのが主流じゃないですかね。うん。あれですよ、あれ。あれを買いました。大きいですよ。大きいけどね、買ってよかったですね。うん。なんでかっていうと、とにかく水が飲めるからです。タンブラーなんだから水飲むじゃんとね、当たり前じゃんと思うと思うんですけど、私、昔から水を飲むのが苦手で、水だけじゃなくてどんな飲み物でもそうですけど、水分を補給するのがとにかく苦手な人なんですよ。うん。多分油断してたら、意識しなかったら1日に500ミリも飲まないんじゃないかな。それぐらいですね。で、昔お父さんにもね、一緒にご飯を食べた時に、日和はもう水をコップ一杯も飲まないね。と、もう飲みなさい、飲みなさいって言われてたんですよ。心配されてたんですけど、飲めない子だったんですね。それがこのタンブラー買って、スル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 飲めるようになりました。うん。というのもまずは、大きいから水をたくさん入れることができて、で取っ手があって持ち運びも簡単ですね。で、特にいいのがやっぱストローが刺さってるのがいいですね。なんかあんまり考えたことなかったですけど、ストローがあることで、一気に一口で飲める量もなんか多くなった気がしますし、あとデスクワークや運転中、あと、子供たちとのね、英会話レッスンの時に、短い時間でちゃちゃっと、水を飲むことができるのもいいですね。うん。簡単に水が飲めますよね。はい。で、あとは、形的に、このタンブラーが、ストンとまっすぐな形じゃなくて、下の方が細くなってるんですよ。で、それがなんでかっていうと、おそらく、運転中に車の中で飲むために、ドリンクホルダーにさせるようになってるんですよね。うん。そのおかげで大きいんですけど、車の中でも、ドリンクホルダーに入れて飲めるようになってるのもいいですね。うん。だからか、すごく水が飲みやすくなって、今は1リットル以上、1.5はいかないかな。まあでもそれぐらい、このタンブラーのおかげで飲めるようになったと思います。はい。私、毎年毎年、今年の抱負って言って、この1年の目標をノートに書くのが好きなんですけど、その中でもう毎年水をたくさん飲む。今年は水を毎日2リットル飲むっていう、ちょっと私にとっては無謀な目標を立ててたんですけど、無謀なって言うと、その目標が達成できないだろう。特に難しいだろうっていうようなものを無謀なと言いますけど、無謀な目標を立ててたんですけど、このタンブラーのおかげで今年は目標を達成できるかもしれませんね。はい。今のシーズン暑いので自然と水を取らなきゃっていう気持ちになるんですけど、問題は冬ですね。冬寒くなるとやっぱり水飲みたいっていう気持ちが薄れてくるので、今のうちに水を飲む習慣を作って、冬もね、この調子でどんどん水を飲みたいなと思います。うん。
このスタンレーボトル見た時は数年前ね、可愛いな可愛いなとは思いつつ、まあみんなも持ってるし、しかもちょっと高いんですよね。タンブラーにしては安くないんですよ。だからまあいらないかなとは思ってたんですが、はい。私が好きな日本のモデルさんが最近このタンブラーを買ったというのを見て、でそのレビューがすごくいいよ、めちゃくちゃいいよ、おすすめだよっていうのを聞いて、ついにこの欲に負けて買ってしまったんですけど、よかった。このお買い物は良かったですね。私もおすすめします。皆さんはどうですか？最近物欲強くなってますか？そんなに物欲ないですか？そして最近買ったものの中でこれは買ってよかったなって思えるものはありますか？なんで買ってよかったなと思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。今日はここで以上です。今日も皆さんにとって日本語日和になりますように。またね。皆さんこんにちは、ひよりです。日本語日和では日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。スクリプトは概要欄からチェックしてください。さて皆さん、今日もお元気でしょうか？いや、日本は相変わらず暑いですよ。先ほどニューヨークの生徒さんとレッスンをしていたんですけど、ニューヨークも暑い。今年は暑いっていう風に聞きました。皆さんの地域はどうでしょうか？今日はですね、何かを上達するにはどうしたらいいでしょうかという話です。上達するには、何かが上手になるには、皆さん何が必要だと思いますか？例えば日本語もそうですよね。私は英語を勉強してるから英語もっと上手になりたいですね。あとギターとかピアノ楽器もそうだし、チェス、将棋みたいなボードゲームというのかな、そういうのもそうだし、スポーツもそうですよね。料理かもしれない。いろんなこと皆さん趣味があると思うんですけどね、上手になりたいって思いますよね。何かを始めたら上手になりたいと思います。さあ、上手になるにはどんなことが必要だと思いますか？さっきね、レッスンで話してたんですけど、そのトピックについて。これいいなって思ったのは、ある生徒さんは、自分を信じることが大事だと思いますって言ってました。そうですよね。自分にはできる。これは上手になれるんだって、やっぱり自分が信じてあげるっていうのも大事ですね。それも必要なことだと思います。私はね、個人的にこれ大事なんじゃないかなって思うのは、そのもの、上手になりたいものが好き、大好きっていうこの好きという気持ちが必要だと思います。やっぱり好きっていう気持ちがあると、なんていうかな、練習しなきゃ、これまた勉強しなきゃって思わなくても自分からそのものを練習していくと思うんですよね。例えば私が子供の時、水泳クラスと英会話クラスに通ってたんですね。で、水泳クラスはあんまり好きじゃなかったんですよ。練習はきついし、練習はハードだし、きついし、なかなか早く泳げないし、他にも上手な子、他にももっと速い子がいて、自分はダメだなって毎回思うし、もう全然水泳クラス好きじゃなかったんですよね。だから毎週クラスがあるんですけど、もう行く前は、
今日もクラスに行かなきゃ嫌だな。時にはなんかもう吐きそうになって、吐きそうってもう気分が悪くて、こう戻しそうになったり、ちょっと綺麗じゃないですけど、汚いですけど、はい。そんな気分になってたんですよね。だから、早くなる、泳ぐことがね、早くなるっていう目標に対して、私はもっと練習しなきゃいけない。嫌だけどやらなきゃいけないっていう、ちょっとした罰みたいなことをしなきゃいけないって思ってたから、なかなかやっぱりモチベーションを高く保ちながら練習に臨めなかったんですね。ただ一方で、英会話クラス。これは自分がすごく好きでやりたい。もっとやりたいって思えるものだったんですね。だから、時には宿題で長い英語のセンテンスを覚えてきましょうっていう宿題があったんですけど、英語が好きじゃない人からするとなんていうの、意味がわからないとか、日本語じゃないセンテンスを覚えるなんてすごく苦しいことだと思うんですけど、私は英語が好きだったから、もっと上手になりたいから自然に自分から練習してたんですよね。うん。だからそれを罰とも思わなかったし、やりたくないとも思わなくって、自然にどん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 上達していったように思います。うん。今もまだまだなんていうの、ネイティブレベルじゃないし、言えないこともたくさん、英語で言えないこともたくさんあるんですけど、だけど今でも英語のコンテンツを見たり、YouTube 見たり、ポッドキャストで英語のポッドキャスト聞いたりしながら、勉強だと思わずに、うん、楽しいから、好きだから続けられてるんじゃないかなと思います。うん。はい。日本語のことわざでね、それこそ好きこそものの上手なれっていう、ちょっと昔の日本語を使ってるので分かりにくい部分もあるんですけど、意味としては、楽しい気持ち、好きな気持ちがあれば、おのずと自然にうまくなるものだよっていう意味です。ごめんなさい。大事なところで噛んでしまいましたけど、そう。楽しんでやれば、好きな気持ちを持ってやれば、自然にうまくなるものだよっていう、はい、ことわざですね。うん。それは私もうその通りだなと思っています。なので、皆さん日本語の勉強をしてて、なかなか上手にならないなとか、なかなか上達しないなっていうふうに思うかもしれません。漢字やらなきゃ、もっと文法を勉強しなきゃっていうふうに、なんかやりたくないことをやらなきゃって思ってる人もいるかもしれませんね。そういう時こそ、やらなきゃっていう勉強を一回ちょっと忘れて、なんで日本語を勉強し始めたんだっけっていう最初の自分の気持ちをぜひ思い出してみてください。ある人はアニメが好きだから、アニメをもっと理解したいと思って日本語を始めただろうし、日本語の音楽、J-POP が好きで歌詞を理解したいとか、日本の俳優さんが好きとか、日本のアイドルが好きとか、多分最初好きっていう気持ちから始めたと思うんですよね。その気持ちをぜひ大事にしてほしいなと思います。なのでアニメが好きだったら、アニメをもっともっと見たらいいと思います。で、いちいちわからない日本語をメモしてとか、そんな風に思わずに、ただただ純粋に好きなものを楽しんでいけばいいと思います。うん。はい。それって全然学んでないじゃん。何も日本語覚えてないじゃんって思うかもしれないけど、いやいや、覚えてますよ。自然と日本語を聞くことで、今まで学んだことの復習にもなるし、新しい言葉を見つけるかもしれません。好きな気持ちをぜひ持ち続けてほしいなと思います。はい。で、好きなコンテンツ今ないんですよっていう人は、好きな
日本人の好きな人を見つけるのもいいと思います。好きっていうとなんか恋愛的な意味じゃなくって、友達とかね、この人ともっと話したい、この人のこともっと知りたいって思えるような日本人のお友達を見つけるのもいいかもしれませんね。そうすることで自分からもっと日本語で話したいって思えるようになるので、日本語を話すにはこの言葉を勉強しなきゃっていうふうに自然とね、学んでいけるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ好きな気持ち大事にして、日本語の学習頑張ってくださいね。じゃあ本日は以上です。今日も皆さんにとって日本語日和になりますように。またね。皆さんこんにちは、ひよりです。日本語日和では日常の意味のあることないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。皆さん今日もお元気ですか？私はなんか寝ても寝足りないっていうか眠い状態がずっと続いてまして、今日もお昼寝したんですけどなんかまだ眠いですね。そしてお昼寝を長くすることによって夜寝れないっていうなんか負のループに陥っています。負のループに陥るってその悪いサイクルに入ってしまうということですね。なかなか抜け出せないこの負のループから状況ですけども、皆さんはお元気でしょうか？前のポッドキャストからずーっと言ってますけど、日本は本当に蒸し暑い。暑いです。英語のレッスンでね、幼稚園に週3回ほど行ってるんですけど、園の先生にお会いした時とか、こんにちは。今日も暑いですね。もう危ないですね。溶けますね。っていう会話をもう毎回しています。もうそれぐらい暑い。もうそれしか話すことがないぐらいもう暑いです。皆さんの地域はどうですか？さあ日本はね蒸し暑いんですけど、今日はその蒸し暑さの対策についてお話ししたいと思います。対策っていうと例えば今だったら蒸し暑いというこの状況、悪い状況に対してどうやったらよく過ごせるかな、何をすればよく過ごせるかなっていうその方法ですね。よく過ごすための方法についてお話ししたいと思います。まずはね、外に出ないことです。必要以上に外に出ないことですね。コロナの時と同じような感覚ですけど、もう本当に必要な時だけ外に行く。必要じゃない時はできるだけ涼しい場所にいる。これがすごく大事です、日本では。熱中症にね、なりやすいですから、熱中症っていうともう暑さで頭が痛くなったり、時には倒れてしまったりね、そういう病気になってしまうことを熱中症になると言いますけど、家の中にいても熱中症になる人がいるみたいですからね。暑さもそうだし、あとプラス水分をとっていないと、熱中症になってしまう可能性があるので、できるだけ涼しい場所にいて、そしてこまめに水分を取るようにしましょう。で、あとは涼しい場所を作るためにね、家でよく使うもので言うとエアコンですね。日本のエアコンって、昔のものはないかもしれないんですけど、最近のものは冷房、暖房、そして除湿という機能があるものが多いです。冷房は部屋の空気を冷やす
機能です。暖房は冬に使えますね。暖かい空気を作る機能。除湿、これは空気の中にある水分を取り除く機能です。はい。除湿って漢字で書くと、除は取り除くの除く、湿は湿度、湿気の湿、空気にある水のことですね。それを取り除く機能を除湿、またはドライって書いてることもあるかな。この機能があります。で、私はこの夏は除湿機能をよく使ってます。除湿とか除湿冷房、除湿プラス冷房するっていうこの機能を使ってて、なんでかっていうと、日本の夏ってもうすっごい湿度が高いんですよ。信じられないぐらい湿度が高くて、気温より、その湿度が高いことで気温より体感温度の方がすごい暑い状況なんですよね。体感温度ってもう実際に自分が体で感じる温度を体感温度と言いますね。はい。なので気温をね、スマートフォンとかで見ると思うんですけど、その見た気温、例えば今31度っていうのより体感温度では35度って感じたりするんですよね、湿度が高いと。で、湿度を下げてあげると、それだけでね、かなり涼しく感じます。なので、もし日本に来て、夏に日本に来てホテルとかでね、ホテルとか Airbnb とかでエアコンを使う機会があれば、ぜひ除湿してみてください。かなり、快適になると思います。はい。あとは外にどうしても行く場合、日傘使うのがおすすめですね。私こんなこと言っておきながら、これまで全然日傘使ってなかったんですよ。なんでかっていうと、日傘のイメージって肌を守りたい、白い肌を保ちたい女の子たちが使うグッズのイメージで、私どっちかっていうと、もう日焼けとかをあんまり気にしない、なんかすぐに肌が焼けてしまう人なので、あんまり日傘とかを使ってこなかったんですけど、今年台湾に旅行に行く時に、かなり台湾も暑いって聞いて日傘を買ったんですね。で、日傘を使ってみたら、すごいね、全然違いますね。やっぱ太陽の光を遮断するだけでこんなに快適なのかっていう風に気づきました。遮断するっていうのは太陽の光をブロックすることですね。それだけでもかなり効果がありますね。なのでぜひ日傘もおすすめです。ぜひ日傘も使ってみてください。最近は女性だけじゃなくて男性も日傘使ってる人が増えてきましたね。私と同じ理由の人もいると思います。肌を守るためというより、もう暑すぎるから危ないから自分を守るために、日傘を使ってる人をちらほら見かけますね。はい。ぜひ日本の夏に来ることはあまり個人的にはおすすめではないんですが、もしね、日本の夏を体験したいとか、もう今日本に住んでる方で、もうこの暑さ耐えられないということであれば、この3つできるだけ家にいること、そしてエアコンを使う、特に除湿がおすすめですね。で、外にいる場合は日傘を使ってみるっていうことで、日本の夏を一緒に乗り越えましょう。頑張りましょう。はい、皆さんの地域では今どんなお天気、どんな気候ですか？暑い地域ではどんな対策をしていますか？ぜひコメントで教えてください。はい、本日も以上です。本日も皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。